いやー、暖かくなってきたね、ゆきみちゃん。でも、君が休んでるそのカピバラさんの上、普段そこはワビちゃんの席なんだよ。無邪気なゆきみちゃんの辞書には年功序列なんて言葉はないようです。しかし私の手がそんなに美味しいのでしょうか。加齢臭するかもしれないからやめといた方がいいと思うんだけどな。ところで動画をご覧の皆様、この映像の中に何か違和感を感じませんでしょうか。そう、障子の紙がありません。紙がないので障子の役割は全く果たしていませんが、日差しを遮るものがないため猫にとってはむしろ好都合なようです。枠を捨ててしまうのももったいないので、とりあえずこの状態で置いてあるというわけです。これ別に品薄だったからといってトイレットペーパー代わりに使ってしまったわけではなく、いたずらで破かれてしまった結果です。犯人はもちろんいたずら猫たちです。しかしこの障子破りの犯行に関してはゆきみちゃんは全く加担していません。なんせまだゆきみちゃんが我が家に来る前の出来事ですからね。ということで犯人はこのわびさびちゃんたちなのですが、実はそれももう時効と言って良いほどの時間が経過しています。当時の画像があったのでご覧ください。こちらはわびさびちゃんたちが我が家に来た当時、つまり5年ぐらい前になりますかね。控えめに言って可愛さの権化のような存在です。ちなみに皆さんは猫の特技は何かと聞かれたら何を思いつくでしょうか。大方ネズミを狩るとか鳥を狩るとか、少しひねってもその可愛さで人間を魅了するとか、といったところでしょうか。今日からその特技に障子を破るというのを加えておいてください。我が家では家に入居してすぐにわびさびちゃんたちを迎え入れたのですが、間髪入れずに新品の障子を破かれ軽くショックを受けましたが、それでも許す気になってしまうのはこれも猫の特技の一つなのかもしれません。その対策として紙ではなく布を買ってきて少しシャレオツに張り替えをしました。しかし狙い通りにシャレオツになるどころか幽霊屋敷を彷彿とさせるありさまになってしまいました。全くの逆効果ですね。これも当然猫たちの仕業です。ということで本日はこの障子をどうにかするとともに、ゆきみちゃんが障子破りをまだ経験していませんので、経験しない方がいいんですが、もし破るようであればその様子もお届けしたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずこちらは最悪ゆきみちゃんに破かれてしまっても良いようにダイソーで100円の障子を買ってきました。障子まで売っているなんてさすがダイソーですね。ちなみに障子の張り替え方は適当です。高確率で破かれてしまうのであまり時間をかけずにやっていきましょう。続いて大きな窓の方にはこの猫に破かれない障子というものを買ってきました。こちらの商品、お化け屋敷の様子を見るに見かねてコメントで教えてくださった方ありがとうございます。本日はこちらの効果検証も実施していきたいと思います。ということで張り替え完了です。幽霊屋敷を彷彿とさせる部屋が見違えるように綺麗になりました。おもちゃ箱が汚いのはご愛嬌ですね。それでは早速猫たちを招き入れてみましょう。
ということで、意外や意外、今回張り替えた障子が負った傷はなんとこれだけでした。わびさびちゃんたち、大人になっていつの間にか丸くなったんだね。しかし、ゆきみちゃんがここまでおとなしいとはいつもの夜の大運動会の暴れっぷりからは全く予想ができませんでした。ということで、我が家の障子事情も無事解決したところで、本日は以上とさせていただきます。週末はライブ配信なんかもやっていますので、チャンネル登録の上、ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。また、ママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。それではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。